俺はエリート銀行員だから、俺にふさわしい美人で仕事もできる彼女と再婚するよ。お前みたいな辛気臭い女といると運気が下がるんだよ。1円も稼がない。ただの役立たずとは離婚だ。そんな、私たちの子供はどうするつもりなの？ゆずきはお前が面倒を見ろよ。俺には愛人との間に新しい子供が生まれるんだ。私と娘を捨て、挙句の果てには愛人を妊娠させ、再婚すると言い始めた夫。夫の態度に、堪忍袋の緒が切れた私は離婚を決意。無事離婚が成立したのだが、私には他にもしておかないといけないことがあった。大事な手続きをするため、夫の職場に行くと、夫と夫の愛人であろう人物がニヤニヤした顔で近寄ってきた。俺が恋しくてわざわざ職場にまで会いに来たのか？専業主婦でお金がないから、貯金切り崩すために来たんでしょ？私のことをゴミを見るような目で罵る二人に、私は冷淡とした表情で伝えた。6億円引き取りに来たの。私がたまたま買った宝くじが高額当選したと知った夫は、見事な手のひら返しで私に許しを請うのだった。私の名前は相良由美。現在32歳だ。私の幼い頃の夢は介護職に就くことだった。人の役に立ちたいと思っていた。高校卒業後、介護福祉の専門学校に通い、見事合格。子供の頃からの夢を叶えることができた。介護士の仕事は辛いこともたくさんあったが、患者さんにありがとうと言われることが嬉しくて、とてもやりがいのある仕事だった。ある日、仲のいい同僚に誘われて合コンに行くことになった。そこで出会ったのが夫の相良翔太だ。第一印象はイケメンだと思った。話しかけたかったが、クールな口数が少ないタイプのように見えたので、こういう場は嫌いなのかなと話しかけれずにいたのだが、たまたま帰りの方向が同じで、駅まで一緒に歩きながら話してみると、意外とおしゃべりですごく楽しく過ごすことができた。翔太はただの人見知りだっただけで、クールでも何でもなかった。そんなギャップが可愛いと思えた。早々に深い関係になり、私たちは結婚することになった。しかし共通の知人を通して後から分かったのだが、当時私の他にも翔太には彼女がいたらしい。まさかの二股だったことにショックを受けたが、結婚した後に分かったことだったし、どちらにせよ純粋に私を愛して選んでくれたのだと思っていた。結婚してすぐの頃は、二人の休みの日にスポーツ観戦したり、映画館に行ったり、新婚気分を満喫した。そんな私たち夫婦は、宝くじを買うのが共通の趣味だった。最初はスポーツ観戦に行った際に、たまたま見かけた宝くじ売り場。興味本位で初めてスポーツくじを購入してみた。そしたらまさかの当選。ビギナーズラックと言われるものだろう。高額当選というわけではなかったが、それからすっかりハマってしまい、高額では買けないけど、少額で定期的に購入するようになった。例えば、今日は大安らしいから買ってみようとか、今日の朝の占いで1位だったら買ってみようとか、そんな感じだ。数少ない二人の趣味としては、なんだかんだ楽しめていた。結婚して4年目になった頃、子供が欲しいと思っていたけれど、なかなか授かれなくて、そろそろ不妊治療を始めないといけないかな、と思っていた矢先、待望の第一子を妊娠した。やったな、ユミ。俺たちもいよいよ親になれるんだな。妊娠検査薬の陽性を確認したとき、
夫は目を潤ませて喜んでいた。本当、嬉しい。でも本当に喜べるのは産婦人科に行ってからだね。すごく不安だわ。でもね、なんだか大丈夫な気がする。私の勘だけど。翌日ドキドキしながら産婦人科へと行った。するとエコーを確認した医師が、おめでとうございます。妊娠していますよ。そう言ってくれ、私自身もこの目でしっかりと妊娠していることを確認できた。あまりにも嬉しくて、病院の待合室で夫にすぐメールで報告した。妊娠してたよ。今ちょうど5週目に入ったところだって。安定期に入ったらお互いの両親にも報告しないとね。メールはすぐ既読になり、本当か？よかった。嬉しいよ。本当にありがとう。ユミ、くれぐれも気をつけて帰るんだよ。と返事が来ました。いつも返事が遅いくせに、この時はよっぽど嬉しかったのだろう。私は幸せをかみしめながら帰宅した。その日の夜、これから楽しみだね。翔太は男の子か女の子どっちがいい？迷うな。どっちでも嬉しいけど、女の子だったら娘が結婚するってなった時、寂しすぎて耐えられないかもしれないな。男の子だったら小さいうちは一緒にたくさん遊べるからいいかも。まあね。でも女の子だったら私は一緒に恋バナとかしたいな。夕食を食べながらそんなたわいもない話で盛り上がった私たち。それからしばらくすると性別が判明した。妊娠中は夫の支えもあり、何事もトラブルもなく大変ではあったが、幸せなマタニティライフを過ごした。それから月日が流れるのもあっという間で、私は無事に可愛い女の子を出産した。私たちは娘にゆずきと名付けた。夫婦で協力し合っていろいろ乗り越えていこうなんて話していたのに、妊娠と出産をきっかけに私は仕事を辞めた。もともと私は介護士として働いていたため、体力を削られ、夜勤もあるので続けることが難しかった。しかしこれを機に夫の態度は一変した。妊娠する前はお互いフルで働いていたため、家事は分担しながら行っていたが、私が専業主婦となると、今日家にいたんだろ？なんで掃除もしてねえんだよ。家にいるんだから暇だろ。もっと手の凝った料理を作れよ。と言い、私のことを罵るようになった。夫の態度がそんなもんだから、夫婦関係はどんどん希薄になり、一緒には寝ているものの、夜の夫婦の営みなどまるでない。寝る場所がないから我慢してるだけだ。本当は俺だってお前なんかと寝たくない。とまで言われてしまう始末。だったら床で寝ろ。と思うが、そんなことを言えるはずもない。まともな会話などまるでなく、夫と話すのは事務的なことだけ。私の方から話しかけても全く聞いてくれないし、適当な返事しか返ってこない。ねえ、昨日ドラマでね。聞いて、今日ゆずきが、と、こんな感じだ。しか言わない。会話を広げようという気がないのだろう。適当じゃない返事の時は決まって怒る時だけ。なんだよこの飯は。味が薄いんだよ。ご飯が進まねえわ。味が濃すぎるものは体に良くないからと思ったんだけど。うるせえ。料理はできない。掃除は雑。何をさせてもまるでダメ。俺が結婚してあげないと、お前みたいな女、誰も拾ってくれなかっただろうな。なんて言われることもしばしば。しまいにはまだ3歳の娘が近寄っても邪険に扱う。パパ、見て。ゆずきが描いたの。そう言って、パパの似顔絵を娘が見せに行っても、あ、そう。と、それだけ。こんな父親に子供だって懐くはずもなく、それでも夫の機嫌を損ねて喧嘩になってはいけないと、頑張って耐えてきた。だが最近思ってしまう。私は専業主婦という名の
ただの家政婦なの？家ではそんな夫だが、彼は大手銀行で働く銀行マン。友人たちにも、いいな、銀行マンの旦那さん、勝ち組じゃん。それにユミのこと大好きみたいだし、と羨ましがられる。確かに夫は外面だけはいい。以前夫婦で友人の結婚式に出席した時も、ユミは料理も上手だし、掃除も洗濯も完璧にこなしてくれるし、本当いい妻ですよ。なんて友人の前で言っていたことがある。そんな夫のセリフを聞いた友人たちは、と盛り上がっていた。しかし実際は家に帰ってきても私と娘には全く興味もないし、ただのモラハラ夫。家と外ではまるで人が違うのだ。そして夫はとても身勝手だ。休日はどこに行くとも言わずに出かけていき、帰宅は午前様。全く家のことも育児もしようともしない。平日は何時に仕事が終わっているかもわからないし、何をしているのか帰りも遅く、どこにいるのかすらわからない。それについて質問しても、俺がどこで何してようがお前には関係ない。エリートの俺がお金を持って帰ってきてるだけでありがたいと思えよ。と言い怒鳴り出す。さらには、ずっと家にいるくせにろくに家事もこなせない能なしがエリートの俺に文句言うなよ。お前なんて育児を理由におしゃれっ気もなくなって全然女として見れないんだよ。初めて言われた時はショックで泣くことしかできなかった。それでも私は諦めず、夫と夫婦関係を再構築しようと何度も話をしようとした。しかし夫が家に帰ってこなかったり、朝早くに話しかけると機嫌が悪かったりして、すれ違い生活が続いていた。こうして私たちは家庭内別居状態となった。そんな状態だったなら、早く離婚すればいいじゃんと周りに思われてしまうかもしれない。確かに私も何度も離婚の文字が頭に浮かんでいた。しかし専業主婦の私に幼い娘を一人で育てていけるのだろうか。今から急いで就活して仕事は見つかるだろうか。娘が習い事がしたいとか大学に行きたいと言った時に娘の願いを叶えてあげられるだろうか。娘に不自由ない生活をさせてあげられるだろうかと不安だった。ある日、私は一人でスーパーに来ていた。食材を調達するためだ。するとスーパーの隅に大安吉日と書かれたのりを見かけた。宝くじ売り場だ。昔はあののりを見ると翔太と二人で買っちゃっていたな。懐かしいな。なんて幸せだった頃の思い出にふける。だが、もうそんな楽しかった日々は遠い昔のことのように思える。夫は変わってしまった。やけくそで宝くじ売り場に向かった。一人で買うのは初めてだなぁなんて思いながら、久しぶりにくじを購入した。せっかくだ。夫に宝くじを買ったことを話しかけてみようかな。当たったら少しは昔のように、あんなことしたいね、こんなところに行きたいねなんて、たわいもない話ができるかな。そんな淡い期待を持って家に帰宅した。だがこの日も夫は22時を過ぎても家には帰らない。娘を寝かしつけ、一人リビングのソファーでテレビを見ていると、夫の電話番号から着信があった。もしもし、あなた何時に帰ってくるの？翔太さんの奥さんですか？見知らぬ女の声が聞こえた。嫌な予感がし、さっと血の気が引いたように感じた。誰ですか？私、ガーナと言います。翔太さんの彼女です。あなたの旦那さん、今私の隣ですやすや寝てますよ。電話の相手は夫の愛人だったのだ。奥さんに話したいと思ってたんです。私、翔太さんのこと愛してるんです。翔太さんも同じ気持ちです。単刀直入に言いますが、だから離婚してください。翔太さんもあなたのこと、家政婦の嫁はそろそろ用済みだわって言ってましたよ。そろそろ切り出されると思うので、
離婚の準備、進めてくださいね。不倫をしていた夫には腹が立つが、結婚前もそうだった。私は知らぬ間に、結婚前も結婚後も二股をかけられていた。だが今回は正直、夫は浮気しているんじゃないかと疑っていた。平日は帰るのがいつも22時頃だし、休日は家にいない。スマホを片時も離さないし、私に触れ合うこともない。そのため夫の不倫について驚きはしなかったが、不倫しているくせに悪気もなく淡々と話すカナという人物に鳥肌が立った。カナの強気で勝ち誇った口調。毎晩仕事終わりに不倫相手の家に入り浸り、グースか寝てスマホまで奪われている夫に腹渡が煮えくり返る思いだった。そうですか。とにかく夫と話さないと何とも言えませんので今日は切りますね。またゆっくり話しましょう。いや、翔太さんと話しても同じですよ。実は私、妊娠してるんです。もちろん翔太さんの子です。このお腹の子のためにも、一刻も早く離婚してください。カナのその発言に思考が停止する。妊娠？嘘でしょ？嘘じゃないです。これからはエリート銀行マンの俺がカナとその子を養うよって言ってくれたので、翔太さんには再婚してもらいます。二人でこの子を育てる予定なので、奥さん交代ですね。そうだ。なんならもう翔太さんの荷物もさっさとこっちに送ってくれます？この女は頭おかしいのか？うちにだって大切な可愛い娘がいるんだ。それに夫も夫で、どこに行ってもエリート銀行マンと名乗っているのかと心底呆れる。怒鳴るのも反論するのも嫌になり、わかったわ。住所を教えてくれる？と冷静に尋ねると、あら、聞き分けいいじゃないですか。住所は〇〇市バツバツ町。しっかりとメモを取り、私は電話を切った。日付が変わった頃、夫が帰宅。愛人から電話があったことを伝え、問い詰めると、あっさりと不倫を認めた。もう、あいつもすぐ何でも言っちゃうんだから。俺はエリート銀行員だから、俺にふさわしい美人で仕事もできるカナと再婚するよ。家政婦のお前も使えるかなと思って一緒にいてやったけど、最近思うんだよ。お前みたいな心気臭い女といると運気が下がるなって。1円も稼がない、ただの役立たずとは離婚だ。運気が下がる、役立たず、家政婦。あまりにもひどい言葉の数々に、ぐさぐさと鋭利なもので心臓を刺されたような感覚に陥る。しかし私たちには大切で守るべきはずの娘がいる。そこだけはきっちりしておかないと。振り絞るような声で、ゆずきはどうするつもりなの？と夫に尋ねた。ゆずきはお前が面倒を見ろよ。俺には新しい子供が生まれるんだ。もちろん慰謝料は払うよ。ただの専業主婦のお前には慰謝料がないと生活できないもんな。俺みたいな高級鳥には慰謝料くらい余裕で払えるから、お前と違ってな。謝罪の言葉もなく、娘のこともないがしろにする。この男には人間の心がないのだろうか。私の中で何かがプツンと切れる音がした。こんな男に未練など何もない。私が娘を一人で守るしかないのだ。夫はその後、カナについて聞いてもないのにペラペラと話し始めた。どうやらカナは入社したばかりの新入社員のようで、まだ24歳らしい。新入社員だが、覚えも早く美人で、みんなから人気者なんだとか。夫は、お前みたいなおばさんとは別れて、俺は若くて可愛いあいつと一緒に第二の人生を歩むんだ。なんて、目をキラキラ輝かせながら言った。夫と不倫相手にここまで散々に言われっぱなしの私だったが、涙すら出なかった。ただただ不幸になればいいのにと願ってやまない。夫はその日最低限の荷物を持ち、いろいろ済んだら離婚届を送るわ、と家を出て行き、翌日もその翌日も家に戻ってくることはなかった。
おそらくカナの家にでも入り浸っているのだろう。私は離婚に向け準備を始めた。慰謝料手続きは離婚前がいいと聞いたことがあったので、離婚届を出す前に弁護士に相談した。夫の荷物はカナから聞いた住所へ送り、私は娘と実家に戻るための準備をした。家中の片付けをしていると、次々と夫の荷物が出てきたので、夫に連絡をした。片付けしてたら、あんたの荷物がいっぱい出てきたんだけど。悪い悪い。明日にでも取りに行くわ。と言われた。翌日、夫が家にやってきた。なんと横には愛人のカナであろう人物がいた。はじめまして、元奥さん。私、つわりでしんどいんだよね。離婚届書いてくれた？早く離婚を終わらせてくれません？と言ってきた。その女性は確かに綺麗な顔立ちで、私よりもかなり年下のように見えた。妊婦のカナを支えるように腰に手を回している夫も気持ち悪くて仕方がない。早く帰ってくれという気持ちでいっぱいだった。はい、離婚届とあなたの荷物。私が記入済みの離婚届を出すと、夫が奪い、乱暴に名前を記入すると叩きつけるように渡してきた。ほらよ、記入したから今日中に出しとけよ。はいはい。そう言い、二人はその場を後にした。私はやっと帰ったかと胸をなで下ろす。私には離婚手続きの他にやらなければいけない大事な手続きがあった。夫との離婚が成立し、慰謝料も二人に一括で支払ってもらった。エリートの銀行勤めと何度も豪語していたのだから当然か。それから1週間後、私は元夫の働く銀行に来ていた。大事な用事があったからだ。私が元夫をスルーして手続きをしようとすると、元夫がニヤニヤしながら話しかけてきた。なんだよ、俺が恋しくなったのか？ほんと、未練がましい女だな。すると、奥の受付に座っていたはずのカナも出てきた。あれ？元奥さんじゃないですか。何しに来たんですか？専業主婦でお金がないから、貯金崩しに来たとか？嫌味しか言えないこいつらに、心底嫌気がさす。違うわ、引き取りに来たのよ。何を？6億円。は？そう、実はスーパーの隅にあった宝くじのお店で久しぶりに購入した宝くじ。これがまさかの当選していたのだ。趣味として夫と購入していた時は二人でドキドキしながら当選結果を見ていた。だが今回は一人で購入したからどうせ当たるわけがないだろうと期待していなかったので、何気なくネット上で当選結果を見ると、当選おめでとうございますの文字が。この文字って何等でもあまり変化がないので、いつもの真っ当だろうと思い、下の方に画面をスクロールすると、当選金額のところに見たことのない数字が並んでいた。当選金額600000001、10、100と桁を数えていく。何これ ?6 億円？あまりの衝撃でしばらく放心状態。ただただ当選画面を眺め、ぼーっと立ち尽くした。その日はなんだか夢みたいな感じで、家事も育児もろくに手がつかなかった。翌日もう一度パソコンを広げて再度確認したが、やっぱり6億円になっている。当選した後の流れをサイトで確認しながら、まだふわふわした気持ちがずっと続いていた。どこか他人事みたいな感じだった。私は一応弁護士さんに、離婚前に購入した宝くじが当選していた場合、財産分与の対象になってしまうのか確認した。しかし夫の原因での離婚で夫婦関係が破綻になっていたのなら、財産分与の対象にはならないとのことだったのだ。事情を二人に説明すると、なんで言わないんだよ。そんなの財産分与の対象だろ。お前だけ全額手に入れるなんてずるいじゃないか。そんなのありえない。不倫して愛人を妊娠させたくせに何言ってるの？
対象なわけないでしょ。それに弁護士にもきちんと確認済みです。嘘だ。元夫はそう言い声を荒げた。なんだよ。俺と一緒にいた時はそんな高額当選したことなかったじゃないか。俺といる時に運を使えよ、クソ嫁が。なんでお前だけそんな。あなた言ったわよね。私みたいな辛気臭い女といると運気が下がるって。運気が下がっていたのはあなたのせいだったんじゃない？カナは、なんなのよこの女。翔太くん、もういいでしょ。この女がどれだけお金を持とうが関係ないでしょ。ほら、早く行こうよ。そう言い、元夫の腕を引っ張る。しかし元夫は全く動く気配がない。そして信じられないことを言ってきた。なあ、ユミ、悪かったよ。俺とよりを戻そう。なあ、お前のことをバカにして不倫なんてして悪かった。だからやり直そう。は？何言ってんの？私とお腹の子を養うって言ったじゃない。好きだって言ったじゃない。なのに、こんな元奥さんのとこに戻るですって？だって6億円もあれば仕事も辞められるんだぞ。一軒家を買っていい車に乗って旅行にも行けるんだぞ。そんな幸せなことないだろう。お金に目がくらんだ元夫は復縁を申し出てきた。元夫のあまりにも卑劣な発言に怒りが火の玉となって体を駆け抜けるのを感じた。あなたって本当にろくでもない人間ね。こんな最低な男と長年一緒に生活していたのかと思うと本気で嫌になる。今までごめん。これからはお前を大切にするからさ。なあ、考え直そう。そう言い、私の腕をつかみ離さない元夫。これにはさすがの私も、ふざけんじゃないわよと元夫に怒号を浴びせた。元夫は私が大声を出したことに驚いたのか、肩をビクリと震わせた。すると私たちの騒ぎを聞きつけたのか、ある人物が奥から出てきた。相良くん、何事かな？支店長。その人物とはこの銀行の支店長だ。元夫とカナは大物の登場に慌てどよめく。なんでもありません。そうか。さっき職員から一連の流れは聞いたけど、本当に何もなかったのかな。いや、君には後でゆっくり話を聞くことにするよ。カナさん、君との関係もね。元夫とカナは顔が真っ青に青ざめていく。不倫し、愛人を妊娠させ、その話を堂々と銀行内で大きな声で話していたら、そら銀行としてもたまらないよな。ご愁傷様です。なんて思いながら、3人を見つめていると、支店長が私の方へと歩み寄ってきた。お客様、この度はご不快な思いをさせてしまい大変申し訳ございません。そう言い、支店長が私に向かって深々と頭を下げる。それに続き、元夫とカナも頭を下げた。まあこの2人に関しては支店長が頭を下げたため、立場的にも頭を下げるしかなかったのだと思うが、いえ、そんな、高額当選金のお引き取りに来られたんですよね。すぐご案内します。支店長自らのスムーズな対応のおかげで何とか引き取ることができ、私は突然億万長者となった。それから数日後、元夫から鬼電が鳴る。着信拒否しておけばよかったと後悔した。最初は無視していたが、あまりにもしつこいようなので、もしもしと電話に出る。すると、ユミ、よかった電話に出て。なんのよ。あの日以来、俺の上司がカンカンなんだよ。お前みたいなやつがいると銀行全体の信用に関わるって、ひどいと思わないか？俺は今までずっと頑張ってきたっていうのに。状況を察して、私は大きなため息をつく。その上司もいい方だね。上司の方は、あなたみたいな品性のなさがいずれ銀行に大きな不利益を招くと考えたのじゃないかしら。元夫は私の冷静な態度に声を詰まらせる。私は続けた。それにあなたが頑張ったのは女遊びだけでしょ？それじゃあ、あなたが会社での立場が危ういなんて話、
心底どうでもいいからお達者で。そう言い電話を切った。少しすっきりした気がした。それからの話。知人に聞いた話によると、元夫はそのまま降格処分となり、地方に左遷されることとなったらしい。不倫をし、銀行内で騒ぎ立て、秩序を乱したからの処分だそう。また元夫が私が当選したことを知り、手のひらを返すように私に復縁を申し立てた一部始終を見ていたカナは、元夫に大激怒。元夫に、実はお腹の子、あなたの子じゃないわ。違うな。あなたの子じゃないかもしれないが正解かな。私、他にも何人か結婚する候補がいたの。あなたがエリート銀行マンって言い張ってたから結婚するにはいいかもって思ってたけど、合格して地方に飛ばされた立場が危うい銀行員なんていらないわ。私、もっとマシな人と再婚するから、さようなら。と言い、突然銀行を辞めて音信不通となったらしい。カナには他にも結婚候補がいて、元夫がエリート銀行マンだと思ったから再婚しようとしていたのだろう。それがただの平社員となり、立場も危うい銀行員などいらないと見切りをつけたのだ。ホラーよりも怖い話だなぁと思ってしまったが、元夫は結局、愛人にも捨てられ、嫁と子供にも逃げられ、職場での立場も危うくなった。本当にざまあ見ろという感じだ。私はというと、当選した金額で娘と2人、マンションに引っ越しをした。6億円という大金があれば、仕事もしなくてよかったかもしれないが、慎重な私はすぐさま仕事を探し、正社員として介護士に戻ることとなった。娘の将来のことも考えると、浪費しまくることは避けたかった。ただ少しくらい贅沢はしようと、娘と私の両親とハワイ旅行に行くことにした。とてもいいホテルに泊まれて、親孝行もできて、娘との時間を過ごすことができ、本当に良かったなぁと思っている。これからもたくさん娘と旅行に行き、いろいろ学び、好きなことや趣味が見つかればいいなぁと思っている。これからの第二の人生を、可愛い娘と一緒に幸せに暮らしていこう。